はい、どうも、イムルタです。今回は、毛彫りタガネを使った曲線の連ねた彫り方の練習についての解説じゃな。では早速やっていきましょう。ポイントはね、均等な線を全部均等にね、1本ずつ横に並べて彫るっていうのはなかなか難しい。最初はね。ので、まず最初におすすめなのは、ちょっと太い線を、太いというか、深いか。ちょっと深い線を1本基準として彫る。これフェザーでも何でも一緒なんでね。で、それを基準にして、周りに細い線を彫っていくよと。この練習方法をすると結構強弱がつけやすい。で、こういう風に並べて、ちょっと隙間ができたなっていうところをあえて作ってそこを彫る。というのがいい練習になります。で、前回話したのはフェザーの彫り方なので、これちょっと植物なんでね、こういう風に一箇所にこう、ね、まとまっていくような感じで動いているが、もちろんフェザーでそれをやっちゃいけないということはない。やってもいいけど、フェザーは均一に彫ってった方がいいところもある。で、0.3 とかでは最初は彫らない方がいいので、これ1とか 1.2 とか、これ 1.2。こう彫って、次にこの線の横にこの横面を合わせて彫ると。で、そうすると少し隙間があるので、線があって、隙間があって、線があるので、こっちの方がフェザーっぽくなる。この羽って要はこの羽毛がね、あって、羽毛があって、この隙間を彫るっていうことになるんで、なのでフェザーを彫るんだったら少しこう隙間があった方がいい。空きすぎてるとおかしいけどね。おかしいけど密集しすぎてるとそれはそれでおかしいし、大変掘るのが単純に大変。要は密集してるところとまばらなところとっていう風になると悪い目のねこの引き付け方になっちゃうから、ここ密集してるのにこっちまばらだなとかってなっちゃうから、それぐらいだったら多少まばらな状態で全体的に掘ってった方がいいと個人的には思ってる。こういう感じで、練習方法としてはこう細いのを掘って、細いじゃない、短いのを掘ってこうだんだん広くする。っていう練習方法がいいんじゃないって思ってる。でももちろんこっちを掘るときもこの横面をこの太さにこう合わせて掘ると。で、この 1.2 でも全然ね、細いのを掘ろうと思えば、ね、全然掘れるでしょ、細いのが。もう太さ全然違うでしょ。ちょうど加減になって見やすいと思うけど。なので、練習はまずは 1.2 以上から始めましょう。0.3 とか 0.5 とかね。別に絶対買うななんていう必要はないんでね。
ご自由にどうぞ。ただ多分ね書けるしすぐできなくなるよ。で、フェザーの場合こういう植物と違ってこの羽毛がこういう風にこうなってたり絡んでたりねするんで、掘るときにこう掘って、で短いのを1個掘って、でこの長いのをね同じぐらい、この1回目と同じぐらい、まあ別にいいけどこだわんなくても、それでもう一回こうやると、そうするとこうなんかねこう上下してるような感じがねあるので見やすいというか、フェザーっぽいというかね、その動物っぽい感じがする。あんまりこう綺麗に掘りすぎると逆にね、まあ別に綺麗に掘れれば綺麗なフェザーっていうのもいいと思うが、どの程度で掘りたいかによるけれども、あんまりおすすめしないかな。大変だし。という感じなんで、こんな感じでね、ちょっと練習してみてはいかがでしょうか。で、まあその一箇所に集中させるとか、こう掘って、まあここに集中させるとか。こういうのもいいと思うが、まああんまりねそんなこだわらずにまずは掘ってみてはいかがでしょうか。でこれはステンレスでやってるんで、ちょっとねステンレスって掘った後ね光の具合によって黒く映るんで、ちょっと解説に使いやすいんでやってるんだけれども、ステンレスは練習には全く向かないのでやらないようにしましょう。真鍮板か一番いいのは銅板。過去の動画で言っているけど銅板が一番いいです。で細い線を細い線を掘り入れる練習をしたい方は太いのを買って1ミリ以上、どんなに細くても1ミリ以上のものを買って、その1ミリ以上のものでこの浅く掘るっていうのを心がけるというのが非常にポイントです。前回の動画で言った通り 0.3 とかでね銅板で掘ったりするとこのまま先端が潜ったりするんで、その状態だとまあ曲がらないし折れるし欠けます。でね、もしできたとしてもこの潜った状態、この先端に寄りかかったような状態で掘ってたりするんで、そうするとね姿勢が良くないから、こいつで浅く掘る場合っていうのはこれ姿勢がね重要になります。というのもこいつの先端だけが入って、まあ刃の上の方はこう出てるわけでしょ。そしてその状態をキープしないといけないから、こいつがこう斜めになったりこうなったりしてはいけないと。っていうのをこうなんつうんだろう、確認しやすいというかね、練習しやすいので、掘るのであれば、まあこう浅く掘る時もまたはこう深く掘る時もこう一定の太さで掘れるように、まあこの姿勢をねこう手とかこの向きとかをキープできるようにすることをお勧めします。はい、ではそんな感じですね。では今回の動画が参考になったよ、興味深かったよという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ではイムルタでした。